メリヤス編みで34段編んだところです。でここから、前身ごろと後ろ身ごろを分けてリブを編んでいきたいと思います。まず前身ごろを編みます。で、印、前身ごろ側に2つ入ってるんですけど、表から見て向かって右側を印1、向かって左側を印2と呼びます。まず1段目です。印1まで表編みをします。印を移して、まず裏編みを1目編みます。そして次の目から2目ゴム編みを編んでいきます。表編みを2回、裏編みを2回、これを繰り返します。2目ゴム編みを続けていくと、最後表表と編んだところで1目が残るので、これを裏編みします。そして印を右針に移して、8目、前身ごろ側は残り8目なので8目表編みします。8目表編みしたところで編み地を返します。2段目、裏から編む段です。まず最初の印2まで表編みをします。そして印を移したら、最初に表編みを1回編んでから、2目ゴム編みが続くように裏裏表表を繰り返していきます。それで1段目と2段目の編み方を交互に繰り返して、34段になるまで編んでいきたいと思います。長さはお好みで調整してください。1段目と2段目の編み方を交互に繰り返して、全部で34段にします。で、33段編んで34段目で伏せ止めをしたいと思います。今33段編んだところです。そしたらこの後、34段目裏から編む段なんですけど、伏せ止めをしていきたいと思います。片編みのところは、これまで通り表編みをして、で、1目前の目をかぶせる。これを繰り返します。で、ゴム編みのところは今までの編んだ目がつながるように同じ編み方をしてからかぶせます。で、裏編みのところは裏編みを編んでから一つ前の目をかぶせる。これを端まで繰り返していって、すべての目を留めます。すべての目を伏せ止めしたら、糸を切って引き抜いておきます。で、糸端は、後で糸始末をします。糸始末の方法についてまとめた動画も以前作ってますので、やり方がわからない場合はそちらをご参照ください。あと残った、後ろ身ごろも前身ごろと同じように編みます。後ろの方を少し長くしたいので、私は46段にしようかなと思います。45段編んで、46段目で伏せ止めっていう形ですね。長さはお好みにアレンジしてください。では、後ろ身ごろも編みたいと思います。後ろ身ごろも編んで、編み上がりました。で、すべての糸端を糸始末して、で、水通しをして、
形を整えて平干しをしました。これで完成です。編み地も、そんなに厚くないので、少し涼しくなった秋口から、春まで3シーズン使えるんじゃないかなと思います。ぜひ編んでみてください。作り方に関してわからないこと、ご質問などございましたら、動画のコメント欄から質問してください。作り方の質問に関するコメントにはなるべく回答するようにしていますし、すでに同じような質問があった場合に、コメント欄を除くだけで、問題が解消することもあると思いますので、ぜひ活用してみてください。また、編み上がった作品は、SNS 投稿お待ちしています。ハッシュタグに、編みちくラボと全部ひらがなで、ハッシュタグをつけて、投稿していただければ、私も覗きに伺いたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。